今回は始祖の力がもたらす影響についての新解釈をまとめた動画になります。新解釈の新とは、私が以前出した始祖の力に過去も未来もないってどういうことの動画とは違う新しい解釈という意味です。そしてこの動画はある考察サイトの記事を見て妥当性があったため、その解釈を皆様に共有したいという思いから制作しています。もちろんその記事を丸々載せるのではなく、その解釈を参照し、かつ私なりの解釈も加える形で皆様にお伝えしたいと思います。参考にした記事については概要欄に URL を貼っています。またこの動画は私なりの解釈も合わせて制作しているため、記事と解釈が少しずれる部分もあるかもしれませんがご了承ください。また便宜上旧解釈新解釈と言い方を分けますが、どちらもあくまで一つの解釈であり、どちらか一方を誤りとする意図はないことをあらかじめご理解ください。では本編に入ります。まず結局どこが新解釈なのかを理解していただくために、以前の解釈と新しい解釈の違いを示したいと思います。主に解釈部分はこのセリフです。始祖の力がもたらす影響には過去も未来もない、同時に存在する。旧解釈ではこうでした。エレンはジークとの接触後、始祖の力でさまざまなターニングポイントとなる地点に赴き、過去に干渉することで今の道につながるように仕向けた。理論上始祖掌握後のエレンは自分の好きなように過去に干渉できたことを意味するが、これはエレンが過去を変えたということではない。最終的にエレンが巨人の消滅という結果を望むことは最初から決まっており、エレンが過去にどう干渉するかさえも全ては最初から決まっていた。つまりエレンは自分の望むがままに結末を決められたが、それゆえに自分の望むがままの結末を変える必要性もなかったという解釈です。そして新解釈はこうです。どこかのタイミングで始祖の力が発動されると、そのために必須となる過去の出来事、とりわけ始祖の力なくしては起きえない出来事を引き起こしてしまう。始祖の力なくしては起きえない出来事とは、ダイナ巨人がベルトルトを素通りした現象などが例に挙げられます。これらの現象はエレンが始祖の力を使って意図的に操った結果ではなく、始祖の力の原理原則に従って自動的にそうなってしまった結果であったという解釈です。できるなのか、なってしまうなのか。2つの解釈の違いは、エレンが意図的に過去に介入する能力を持っていたか否かにあると言えます。では始祖の力の原理原則とは一体何なのか、ダイナ巨人を例に考えてみましょう。845年、シガンシナが破られた日にダイナ巨人がベルトルトをスルーするという通常ありえない行動をした原因を何か一つ挙げるならば、850年、エレン奪還作戦にてエレンがダイナ巨人と接触して始祖の力を使ったからということになります。845年にダイナ巨人がベルトルトをスルーしなければ、850年にエレンはダイナ巨人と接触して始祖の力を使うことはできませんし、ライナーとベルトルトもその場に居合わせることはありませんでした。それと同時に850年にエレンが座標を発動しなければ、845年に無垢の巨人であるダイナ巨人がベルトルトを食べずにスルーすることもありませんでした。つまり座標発動はただ単にエレンがその場で無垢の巨人を操ってダイナ巨人を殺し、ライナーとベルトルトを追い払っただけではなく、エレンの知らない間に過去にも影響を与えてしまっていたということです。そもそもエレンは始祖の力がもたらす影響という言葉を使っており、どこか他人事のような言い草にも聞こえます。仮に始祖保有者の能力という意味で伝えたいのなら、こんな回りくどい表現を使わなくていいはずです。したがってエレンがこのセリフで言っているのは、〇〇するために始祖の能力を使ったという意味ではなく、始祖の力を使ったらこうなってしまったということなのではないかという話です。さらに分かりやすくするとこうなります。始祖の巨人の力を使うと主作用と副作用が発生する。主作用とは始祖の力を使う者が狙ってやりたいことであり、副作用とは主作用を実現させるために必須となるさまざまな現象のことである。主作用と副作用は互いに密接につながっており、副作用は過去未来関係なく主作用と同時に発生する。この場面における主作用とは、エレンがベルトルトやライナーを追い払ってみんなを守ったという出来事を意味し、副作用とはダイナ巨人のベルトルトスルーを代表にエレンとダイナが接触するまでに必要となる諸々の出来事を意味します。エレンがみんなを救いたいと思い座標を発動した結果、副作用として彼らを死なせてしまっていた。しかしそのことでダイナ巨人とエレンは接触し座標を発動することができた。2つの出来事は互いに原因でも結果でもあり、因果が循環していることが分かります。この因果の循環状態こそが過去も未来もなく同時に存在するの意味するところであり、そこに順番など関係ありません。
全ての出来事はもうすでにそこにあるのですから、おのずと変更は不可能ということになります。しかしここで様々な疑問が湧いてきます。ダイナ巨人のベルトルト・スルーが始祖の力の影響で必然の出来事になっているのであれば、それ以前の問題としてダイナが巨人にならなければいけないし、そうなるように仕向けたクルーガーの行動をもっとたどれば、そもそもダイナが存在していなければならないというようにどこまでも遡ってしまいます。またエレンが地ならしを目的として始祖の力を発動した際の副作用はどれに当たるのでしょう。ジークの復活などはそれに当たりそうですが、遡っていけばダイナ巨人との接触による座標発動がなければ、エレンはこの時すでに死んでおり、地ならしは起きなかったとも捉えられますし、この時彼らが食われていなければダイナとエレンの接触につながらないだけでなく、巨人の駆逐を強く願うエレンが存在していなかったかもしれません。同じようにグリシャがレイス家を殺害し始祖を奪還していなければ、エレンは始祖を身に宿すことになりませんし、さらにはカール・フリッツが三重の壁を築いていなければ地ならしの発想すらなかったかもしれません。先ほどは始祖の力がもたらす影響についてベルトルト・スルーから座標発動までの狭い範囲で考えてきましたが、本来はもっと大きな範囲で考える必要があるのではないでしょうか。その範囲とは始祖ユミルが道に逃れてから解放されるまでの2000年間です。ダイナ巨人のベルトルト・スルーから座標発動やカール・フリッツが築いた三重の壁から地ならしといった始祖の力なくしては起きえない出来事が連なって2000年の歴史は作り上がっています。逆に言えばこれら一つ一つのサイクルは2000年の大きな物語に組み込まれている一つの流れに過ぎません。では2000年間かけて果たしたこととは何だったでしょう。始祖の力がもたらす影響における根本の主作用です。それはユミルが巨人を作り続けることをやめること、それすなわち愛の苦しみからの解放です。つまりユミルの解放という主作用のために必要な出来事が逆算して作り出されたのがこの2000年の歴史であったと言えます。そして死さえ存在しない世界道はユミルが愛の苦しみを抱えた際に発生し、ユミルの解放と同時に消滅しました。言い換えればユミルの解放を目的に発生したのが道だったということです。つまり道ができた瞬間に道の消滅も決まっていたのです。全ては最初から決まっていたとはこういうことでしょう。ではいつ誰がどのようにして決めたのか。いわば全ての黒幕です。ここの解釈の幅が広すぎるがゆえに様々な説が飛び交い混乱を招いてしまっているのだと思います。まず考えられるのはエレンでしょう。これはエレンが全てを導いていたという旧解釈に基づいた考え方になります。しかし全てが最初から決まっていたとしても、全ては俺が望んだことというエレンのセリフ。ここからわかることは、エレンは2000年の歴史が全て最初から決まっていたのではと疑ってはいるが、本当のところはわからないということであり、それすなわちエレンが全てを決めた張本人ではないことを意味します。つまりこのセリフを意訳すると、全ては最初から誰かに仕組まれたことなのかもしれないが、最終的に全ては俺の望んだ通りの結末だったんだということになり、エレンの他に黒幕がいる可能性を示唆しているとも言えます。その黒幕として次に考えられるのは始祖ユミルでしょう。始祖の力における根本の主作用が愛の苦しみからの解放だからです。ではいつ全ては決まったのか。それはユミルが愛の苦しみから逃れたいと思った時です。それはいつか。まず思い当たるのが道に逃れた時です。ユミルの解放を目的に発生したのが道なのだから、こう考えるのは当然です。そしてもう一つの可能性は、エレンがユミルに協力を求めた時です。この時ユミルは初めて自分の意思で道を終わらせることを決断しました。全ては同時なのだから、当然この2つも同時に生まれたということになります。どちらの解釈でも問題ないでしょう。しかし本当にユミルが意図的に過去に介入し、自分の望む結末に仕向けていたとまで言えるでしょうか。始祖ユミルの心理状態が2000年の歴史に影響を与えていたことは間違いないでしょうが、仮に全てユミルが仕組んでいたのなら2000年かける必要もありません。エレンとミカサのような存在を自分で作り上げ、シナリオ通りに演じさせればいいということになってしまいます。ユミルは神ではありません。もともとはただの人です。エレンが仲間を救いたい、大地を平らにならしたいと思ったように、ユミルも愛の苦しみから解放されたいとただ願っただけであり、実際に2000年の歴史を作り上げた存在は別にいるような気もしてきます。ダイナ巨人が都合よくベルトルトをスルーしカルラを食べ、5年後に都合よくエレンの前に現れ手を差し出し、その手にエレンが都合よくパンチした。他方ではジークが都合よく復活したり、巨人化したファルコが
都合よくライナーからポルコに標的を変えたり、エレンが鎧の瓶を都合よく見つけて硬質化を習得したり、エレンが初陣で巨人に飲み込まれながらも都合よく背骨を噛み砕かれなかったり、これらのような偶然にしてはできすぎたシナリオが出来上がる過程にはきっと何かがあったはずです。その何かとして考えられるのが始祖ユミルに力を与えた光るムカデの存在です。事実、光るムカデの正体に関して作中ではほとんど言及されませんでした。しかし恐怖による苦しみから逃れたいと願った末、ユミルが不死身の体を得たように、光るムカデは寄生した者の願望を実現させる性質があると考えていいでしょう。まさに神秘の力です。これはユミルが愛の苦しみから逃れたいと求めた末に道という空間を介してユミルの未練が解消されたことや、エレンがダイナ巨人と接触した際何の命令も出していないにもかかわらずエレンの思いが伝わる形で無垢の巨人が動いたことと本質的には同じでしょう。つまり光るムカデの持つ神秘的な力こそいわゆる始祖の力の根源であり、時空を超越してユミルにとって都合の良いシナリオに仕立て上げた何かの正体だったと言えます。しかしこの光るムカデが全ての黒幕だったという解釈も何か腑に落ちません。なぜなら光るムカデに意志があるのかわからないからです。例えば光るムカデがユミルを救ってあげたいとの思いから力を貸したのであれば、光るムカデが黒幕だったという結論でいいでしょう。はたまた誰でもいいから何かに寄生することで大地を支配してやろうという狙いがあったとしても同じです。しかし光るムカデは古代の生物ハルキゲニアのような見た目をしており、具体的な意図を持って行動しているとは考えにくいです。となると黒幕より元凶という表現の方が正確かもしれません。つまり2000年の歴史を作り上げた存在はエレンでもユミルでもなく、我々の認知し得ない光るムカデの持つ神秘的な何かであり、草葉さんの言葉を借りれば巨人の神秘の前にこれ以上の考察や深読みもくだらないという結論になるでしょう。どうしても答えが欲しい人は元も子もないですが、以前の動画でも言ったように全ての黒幕は諫山先生であるというメタ的な解釈に落ち着くかと思います。エレンが地ならしと巨人の消滅を望み最終的に死にゆくことは物語を描き始めた時から決まっていた。その結末に至るまでのドラマを作り上げる際に必要となった脚本的な都合の良さを始祖の力という言葉に落とし込み、物語に説得力を持たせたということです。このように新解釈の下ではエレンは始祖の力による歴史の調整などはしておらず、物語上に黒幕などいないという結論に至ります。しかしここで考えるべきは、エレンがあたかも自分が黒幕であるかのような発言をいくつかしていることにあります。なぜそのような発言を繰り返すのでしょうか。例えばだから見逃してに向かわせたのはというセリフ、行間を読むのであればだからベルトルトを見逃して母さんの元に向かわせたのは俺なんだということになるでしょうが、とにかくエレンの歯切れが悪いです。この歯切れの悪さはエレンがダイナ巨人を操って母親を殺したというわけではなく、あくまで自分が母親の死の原因の一つであることを認識しているからではないでしょうか。これまで説明してきたように進撃の世界では未来から過去という因果関係が成立します。この時エレンが座標を発動させみんなを助けたことで始祖の力の副作用が働き彼らの死を引き起こしてしまいました。エレンが望んだことを起因に過去にも影響が及んでいます。この事実をエレンは未来の記憶で知りました。みんなを救うために始祖の力を使った結果、実は過去にも影響を与えてしまっていたという事実を後から知ったのです。そしてその事実を知った上でエレンは地ならしをするために再び始祖の力を発動しました。この地ならし発動も彼らの死の一つの原因となっています。1度目の座標発動の際は自分の知らない間に母親の死の原因を作ってしまいましたが、2度目の座標発動の際はその仕組みを理解した上で実行したということになります。したがってエレンは地ならしをするために母親を殺したとも言えるのではないでしょうか。エレンは大きな流れの中にある一つ一つの出来事の因果関係を自分なりに認識しているからこそ自分が母親を死なせたんだと発言しているということです。そして次に注目すべきは全ては俺が望んだことというセリフです。確かにエレンが最終的に望んだことは地ならしでしたが、本来エレンが望んでいたことは壁の外に人類がいないことだったはずです。エレンはあくまで壁の外に人類がいたからそれを全て消し去ってしまいたいと思っただけです。加えてサチャやハンジなど大事な仲間が死んでいることや、最終話でエレン自身がやっぱり死にたくねえと言っていることから、全てがエレンの望んだことではないように思えます。ではなぜ全ては望み通り
のような言い草をするのでしょうか。結論から言うと、地ならしは誰かに操られてやったことではなく、自分の自由意志により実行したことであるとエレンは思いたかったからということになります。動画の前半でも言ったように、あくまでこの物語の主軸は始祖ユミルです。光るムカデが寄生したのはユミルであって、この物語はユミルの願いが反映される形で描かれています。この物語のゴールは巨人の消滅であり、巨人の消滅を誰よりも願っていたのはユミルでした。ユミルは巨人を作り続ける呪縛から解放されたいと願っていたのです。そしてユミルが解放されるためには、人類大虐殺を犯すエレンとそんなエレンを愛するミカサという完璧な組み合わせの存在が必要であり、エレンはユミルの願いを実現させるにあたって都合のいい存在であったに過ぎません。エレンが巨人の消滅という結果にたどり着くためだけに進み続けたと言っているように、エレンにとって巨人の消滅とは夢というより目的やゴールの意味合いに近いです。その過程で地ならしという望みが叶うのであって、エレンが主軸の物語ではないのです。つまりエレンはユミルの解放という根本の主作用のために生まれた副産物であったとも言えます。そしてエレンは生まれた時から俺は俺のままだとも言っています。確かにエレンが潜在的に自由を求める精神を持ち合わせていたことは事実ですが、エレンによる地ならしが最初から決まっていた事実であるのも確かです。ではなんだかわかんねえけど地ならしをやりたいエレンがこの世に生み出されたのは偶然だったのか、それとも必然だったのか、答えは誰にも分かりません。もしかしたら自分が自由を求める存在として生まれてきたこと自体何かに仕組まれたことなのかもしれない。新解釈を採用するとエレンはこれを認めることになってしまいます。だからエレンはこの俺が地ならしを望んだのだと思いたかった。この世の全てを平らにならしたいと思ったのは本来のエレンなのだと強く主張することで不自由を振り払いたかった。自分が生み出された意味などを深く考えるのはやめて、俺が地ならしをしたいのは俺がこの世に生まれたからだ。ここで思考を止めることで自分の生誕を前向きに捉えたかった。生まれた時からみんな特別で自由なんだと言い聞かせるように。しかし地ならしが自分の望んだことなんだと認めるということは、それに付随する全ての出来事の原因はユミルでも光るムカデでもなくエレン自身に帰着することになります。つまり母親を死なせた根本の原因は自分であると認めることと同義になるということです。だから仕方なかった。エレンは母親を殺したことを認めなければ自分が自由であることの証明ができなかったということです。もしくは根本の主作用とされる巨人の消滅を誰よりも強く願ったのはユミルではなくエレン自身なんだと信じたかったという解釈も可能です。エレンは勲章授与式で巨人が消滅するという未来を見て、それが変わらないと知った時不自由さを感じたはずです。自分は何かによって決められた運命をただなぞるだけの存在なのだと。だからこそ決まりきった未来という呪縛から解放され自由になりたいとエレンは思いました。巨人によって呪われた2000年の歴史運命を突き破って呪いを解くことがこの物語のゴールであると同時にエレンの切実な願いにもなったのです。そういう意味では巨人の消滅を願う気持ちはエレンもユミルも同じだったと捉えられます。そしてユミルは呪われた2000年の歴史を認めて確定させつつ、そこから解放されるためにエレンに力を貸すことを選択しました。そう決めたのはユミルですが、そう決めさせたのはエレンです。だから巨人の消滅を誰よりも強く願ったのは自分なんだというエレンの理論です。思い返せば巨人の駆逐をエレンが強く願ったのは母親の死がきっかけでした。そのきっかけすらも自分が意図的に作り上げたんだと思い込むことで、自分は何かに導かれているのではなく、全ては自分の意思による選択によって自分の望み通りの結末になっているんだと信じたかったのかもしれません。ここまでいくと考えすぎだと感じる人もいるかもしれませんが、このようなことを頭の中で考えていたからこそエレンは頭がめちゃくちゃになってしまったと言っているのではないでしょうか。とはいえこれらはあくまでエレンが信じたかった真実であり、事実とは多少異なります。エレンは自分が死ぬまでの未来を見たわけですから、決まりきった未来からの解放とはおのずと自分自身の死を意味することになります。すなわちエレンが自由であることを証明するためにはエレンは自分の死すらも望んでいるんだということにならないといけません。死に急ぎやろうと言われ続けたエレンですが、最後にはうっかりやっぱり死にたくねえ、ミカサとみんなと一緒にいたいという本音が漏れてしまったのが何とも悲しい結末であることを物語っています。このように新解釈においては全ては神秘の力により自動決定された強固な決定論的世界観で描かれており、自由意志は存在しないというのが揺るぎない事実となります。しかし
そんな世界で自由意志の存在を肯定したかったのがエレンということです。だからエレンは過去介入を想起させる発言をしたのであって、多くの読者もその発言を前提とする旧解釈のような理解をしてしまったのではないでしょうか。始祖の力によってエレンが直接影響を与えていたと捉える旧解釈と、間接的に影響を与えてしまっていたと捉える新解釈、大枠で見れば同じことですが、そこにエレンの意思があったのかどうかという点において大きく意味合いが変わってきます。ハンジの言葉を借りれば、私たちに見えているものと実在しているものの本質は違うということなのかもしれません。しかしながら私は旧解釈も決して間違いだとは思いません。旧解釈はエレンこそが全知全能の神になり、自由意志のもと自分の望む結末に仕向けたんだとするエレン目線の解釈。新解釈はエレン・ユミルよりさらに高次元から見たこの世界の在り方を説明した解釈と言えるでしょう。エレンこそが全ての黒幕だったとするのか、もしくは全ての元凶は光るムカデの持つ神秘的な何かであり、言ってしまえば神は伊佐山先生だったとするのか、どちらの解釈を採用するかは個人の好み次第でしょう。クルーナーはこんなことを言っていました。この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神にでも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。いわば新解釈は事実であり、旧解釈は真実です。それはエレンの信じた真実でもあり、読者が信じた真実でもあります。エレンは神、はたまた悪魔になったのか、それともただの悲劇的な人間だったのか、考えるだけなら自由です。そしてこの新解釈を取ると、グリシャの記憶ツアーや進撃の未来史能力についても再検討する必要性が出てきます。次の動画では新解釈の立場から見た記憶ツアーの捉え方についてまとめたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。